ございます。おはようございます。お願いします。今日。お願いします。お願いします。すごいかっこいい車。吉田です。お願いします。おいくつになるんですか。55です。お願いします。今日の仕込みのちょっと流れを軽く聞きたいんですけど。朝の用意しながら6時半オープンなんで、それまでにお弁当300円のお弁当いっぱい作ってるんで、それを用意する感じですね。一人やるんですか。そうです。いいですか。どうぞ。ありがとうございます。飲みながらやってください。すみません、いただきます。大体1日何合炊くんですか。今5キロなんですけど、はい、朝大体3回炊いて、で9時頃また2、3、4、4、5回炊きますね。だから何キロですか。何キロですかね。15。計算できないです。あれ、さん寝てるから。これちゃんとこっち繋がってるんで、行ってください。あとね、猫ちゃんいるんで、可愛がってください。ここで吉田さん休憩してるんですか、いつも。もう中でもそうですし、この辺でも至るところで。なんかすごい空気がめちゃくちゃいいですね、なんか。海の潮風が気うん。持ちいいですね。明るくなったら船見えます、すぐそこに。ここってなんかどういうところになるんですか。港の施設なんですよ。だから本当は港の人用で、今普通のお客さんの方が多いですね。あ、そうなんですか。これは何に使うタレなんですか。今ご飯炊けたらどんどん作ってる。9時に人が来てから、かつうまいですよ。ロースから1本から切ってるんで。揚げたてうまいです。
これもいいんですか？お米屋さんに相談して、その中で安いやつ、一応ね、やってんですよ。ちょっと前に米すごい高くなったでしょ。あの時、仕入れ、それまで20何万とかだったんですよ。はい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 。一番高い時78万とか言ってましたよ。マジっすか？米だけで。そしてお母さんはどうしたんだろう。さらに現在地球上で人類たちの子孫であり、もともとは地球人だったと木内さんは。さらに起こったのかと思いますが、木内さんが言うには最初にそれは一つの目玉。その後、これが第二次臨死体験です。木内さんはまさに死亡診断書を書かれて、だとしたら、20万ぐらいは死亡停止した。皆さんこれ唐揚げですか？これ唐揚げ。結構人気の家ですか？あ、唐揚げ人気ありますよ。めっちゃ高くなったんですよ。鶏肉が。鶏肉倍になってますね、今。溶け込んでるんですよ、もともと。あ、そうです。漬け込んで、ニンニク醤油。唐揚げ1日何キロぐらい鶏肉使うんですか1日16キロぐらい。？16キロ。ちなみに今日何時に起きられたんですか？そうですか。2時過ぎぐらいですね。寝られたのは？ジャパンセカンド覚えてないですね。はい、お願いします。何の注文の電話ですか？マグロの注文。今市場に電話して、今注文して、9時頃取りに行くんで。生まれ変わらせるその時に一体どのように何かが起こらないのかまだ分かりません。そもそも自我や意識が形として分かっていないので、もし意識をコンピューターが弁当は1日何個ぐらい作るんですか？朝で150ぐらいですかね。全部なくなっちゃうんですか、やっぱ1日で。早いですね。9時頃全部なくなっちゃうんですよ。前 YouTube かなんか出た時は、はい。1時半頃なくなっちゃって、ええー。感じの終わりです。ここから炒め物。これ何弁当？牛丼。牛丼。でこっちがポスター貼ってあるけど豚コロってやつ。毎日めっちゃご飯持ってるから肘が痛いです。お医者さん行くとテニスとかやってますか？
体悪くしたりとかないですか、今まで。休んでないですね。17年ぐらいいるんですけど、親が死んだ時1回休んだぐらいですかね。17年ぐらいこのメニューでもやってらっしゃるんですか？だいぶ変わりましたよ。来た頃は出来たてじゃないんですよね。朝たくさん作って昼に盛り付けて出すみたいな。それってあんま美味しくないじゃないですか。だから出来たて出さなきゃまずいよって言って、やり方変えたら、その時のパートさん全員辞めちゃってやめますよね、そんな大変そうなこと言うと。これ全部300円です。それ300円、カツ丼も価格じゃないですか。破格ですけど、上げたいんですけどね、値段今更上げれない感じ。今作られてるのは今これが中華丼で、そっちが麻婆丼です。いろんな種類があって300円とかすごいですね。100円にしようかなと思ったんですけど、なんかみんな思いつきそうだなと思って、人とね同じことやったら絶対いかないんですよね。その時ね考えたんですよね、300円で儲け出るのどうしたらいいのかなって。これはちなみに何を？これね、オムライス。オムライス。オムライスとんかつ入れるんですか、中に。唐揚げだったりとんかつだったりあるものオムライスも300。300円。あと海苔弁とカレーで終わりです。それからラストスパークです。
この値段で提供してたらお客さんからも結構感謝されるんじゃないですか？ありますね。お弁当でやるとお弁当のお客さんばっか増えちゃうんですよ。確かに。一番いいのはここで食べて弁当買って帰ってもらったら最高なんですよ。これなのかな。めちゃくちゃ見ますよ。7秒何秒で。まるで知らない人に宛てたメールが読まれるのを例えば「愛は忍耐強い」というのがこれ日本放送。そう。カレーの中には何が入ってるんですか？具材は。具材肉と玉ねぎだけですね。カレーはよく出るっていうカレー出ますね。今日はトリニダルトン北信州の人々の命が守られますように。垂らしちゃうんです大体でいいよっつって。今までのご愛顧に感謝して、そこで円安に負けないスペシャルプライズですね。あれば、いくらお得で作っているんです。今回、北の台北がジャンレク人気の8都市です。日本の新幹線の技術が採用されたことで有名な台湾新幹線に乗って、有名な植物、見られる成功で旅をさせる台湾グループです。完成ですか？完成です。休みましょう。飲食店をやる醍醐味っていうのはなんかあります？自分の中で。やったらやっただけっていう、全部自分に返ってくるじゃないですか。いいものも悪いものも、あんまり自分でモチベーション作るのって難しいですよね。動いてるうちにモチベーションってやっぱ出てくると思うんですよね。俺もどっちかっていうとダメ人間だから最初にモチベーション出してやろうっていうのはまず普通の人無理ですよね。だから動いてる間にって感じかな。なるほどっすね。オープンですか？オープンです。6時半にバックで、これぐらいで人が取れたなと思ったら。
ろにレンジがあるんで使ってください。家系ラーメンがあるんですか？今まだ6時半過ぎぐらいですけど、今日お仕事前ですか？ちょうど今仕事の合間です。中華はい。今ちょうど積み込みを途中一箇所してきて、でもう一箇所目に向かう途中です。結構こっち来た時には言ってます。やっぱ値段も安いし、いろいろ種類があって、寄りやすいところ、これ朝早くからやってるからいいですよね。これ何頼まれたんですか今日？これ家系ラーメンですね。大盛りで。お弁当何用に？これはね、お昼ですね。今日朝ね、2時頃出てきたんで、これでちょっと今一仕事してきて、これで食べて、お昼まではもうこのままぶっとしていきます。一番前です。一番前なんですか？はい。頑張ってください。はい。はい、すいません。よく来られるんですか？そうですね。週に3、4回来てもらお仕事どういったことされてるんですう。か？運転手です。運転手。はい。一番おすすめのお弁当とかって魚が入った300安くて美味しいですよ。ありがとうございます、お父さん。はい。ありがとうございます。お仕事って何されてるか聞いてもいいですか？学校の教員です。はい。週に4、5回来てます。ええ。はい。はい。ちなみに今日は今日はカツ丼です。はい。カツ丼。はい。お弁当安いっていうのと、あとこれなんかちゃんと作ってて美味しいので、はいはい。毎日結構食べてるんですけど飽きずに食べられるんで。はい。一番のおすすめメニューを教えてほしいです。お弁当。自分的には3種類好きで、はい、このカツ丼と麻婆丼と、はい、あとは中華丼が、はい、私の好みです。はい。はい、ありがとうございます。はい、ほんまに調理もあれなんですよ。調理もしてこちらの接客もされるんですね。ああ、そうですね。はい、お願いします。豚コロどうぞ。今日頼まれてるメニューは何になるんですか？これは豚コロですか？さあ、豚コロっていうんですか？でも結構これを頼むんですか？そうですね、大体。お味はどんな感じですか？美味しいとしか言えない。ご飯との相性とかどうですか？相性はいいですね。ちなみに、6時半ぐらいですけど、出勤前になるんですか？トラックです。運転手さん。はい。積み込む前に。大体この時間に出勤されるんですか？朝は。そうですね。で、朝ごはんここで食べれるんですか？月15回ぐらいは。
2日に1回くらいペース。この時間からやってるのも嬉しいし、安いからいいですね。味噌ラーメンどうぞ。結構弁当買ってこれ食べる方も多いんですね。弁当そう食べてて多いですね。うん。タンメンどうぞ。必要のない場面でも警報が鳴るようになっています。これは何用のお肉ですか？これとんかつ用。ある時 B さんは話す前にこう言われました。上カツ丼だとこれ1枚なんですよ。で普通のカツ丼だと半分なんです。ずっと自分を責めていたけれど責めることじゃなかったんだと反応している。心の中でそっと詰めは確かにあなたをここまで連れてきました。自ら関係を断ち切ってしまったあなたは実のところ孤独だとは感じていません。話したくなったことはありませんか？鳴りやまないスマートフォン。4人に1人は自分が社会的に完全に孤立していると感じます。朝めちゃくちゃ早いと思うんですけど、はい、モチベーションってどこから来るんですか？モチベーション売ってるとこあったら教えてほしいですただ行動するのみですね。モチベーションは後からついてきますので。上カツ丼どうぞ。ホワイトハウス記者会主催の夕食会でトランプ大統領の通行人が流れ弾に当たって負傷しました。トランプ大統領は自身の SNS にこうコメント。ホワイトハウスにコメント。南田パッケージと並ぶ14
安くて美味しいですよね。今日は昨日夜おろしてきて、はい。で朝ここで寝てたんで、はい。朝ごはんに。朝一発目からカツカレー。そうですね。ちょっとお腹空いたんで。今日撮影ありがとうございました。今後の目標とか展望があれば教えていただきたいです。今後の展望は、世界征服ですね。どうですかね。お店潰れないように、お客さんに喜んでもらえるように頑張っていくことですね。そう、お客さんの満足させながら、かつ安い値で提供しつつ、利益を出す工夫とかがあったら最後ちょっとお伺いしたいんですけど。来客数を増やして原価を詰めれるとこは詰める。毎日工夫してますね。食材で言えば安い業者を探したり、お米もそうですね、安いとこ探したり、今肉やってますけど、切れたやつじゃなくて一本物買ったりして原価をなるべく安くっていうかやってますね。工数というか作業時間が増えるじゃないですか。それはどう思いますか？自分の作業時間が増えるのは頑張って短くする。休みながら、サボりながらですね。最後にいつも来てくださるお客様に一言お願いします。これからも毎日2回は来てください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。